こんにちは、アンナスです。今日はアンナスの雑貨の刺繍の本の中から、キャンプのページの、ランタン、火をつけるやつですね。ランプです。あれを刺繍しようと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではアンナスの雑貨の刺繍の本のこのキャンプギアアウトドア用品店のキャンプギアの中のランタンの刺繍を今からしようと思います。で、いつもだとちょっとちっちゃい布とかに刺してるんですけど、今日はこれセリアで買ってきたんですけど、トートバッグです。A4 サイズが入るぐらいのトートバッグがあって可愛かったので買ってきました。でどこにしようかなって思って、もうここかなやっぱり、下でもいいんですけど、で黒の布に刺したりとか、結構トートバッグに刺したりとかイレギュラーなことがいろいろあるので、ポイントもいろいろ出てくるかなと思います。では早速図案を写していきます。図案はもうコピーしてあります。で真ん中にセッティングしたいっていう場合、これね、印刷がちょっとずれてますね。これすごい右上がりに、これは印刷に合わせようかな。じゃあ半分に折ります。とりあえず半分に折ろう。半分に折るとここに折り目ができますね。で図案も半分に折ります。で図案のこの半分と布の半分を揃えて、あと上下はちょっとどれぐらいかなってこう目で見て、で位置が決まったら待ち針で留めます。歪んでないかな、大丈夫ですね。でこれ布が重なってる、表の布と裏の布があるので、間に下敷き、なんか硬いものがあれば何でもいいんですけど、下敷きを挟んで、で白のチャコペーパーで写します。で白のチャコペーパーは裏にこうインクがついているのはもう手で触って確認するしかないんですけど、インクっぽいちょっとねっとりした感じの面があるんで、それを間に挟んで、でトレーサーでなぞります。で直線部分は定規とかがあると綺麗に写せるので、定規とかも使うといいと思います。はい、では写せたんですけど薄いですね。かなり薄いです。なのでちょっとペンで追加していきます。はい、ではちょっとこれの、白いところがちょっと薄いので書き足していきます。ソーラインっていうパッチワークとかで使うメーカーの、アメリカのメーカーかななんですけど、これのシャープペンシルの芯をステッドラーっていう会社のちょうどね 0.9 ミリ、これが 0.9 ミリなんですね。でソーラインのシャーペンがあんまり好きじゃないのでなのでこれカバーだけは自分の好きなのに入れてるんですけど、このチャコペンでチャコ芯で書き足していきます。こんな感じかな。ちょっと中はサテンステッチでもう埋まってしまうので書いてないです。ざっくりですね。だから黒っていうのは
刺繍があるととっても可愛いんですけど、図案写したり刺繍したりっていうのはなかなか大変っていうことですね。では枠をしていきます。枠は外して小さい方を下にして間に布を挟みます。でネジをしっかり締めて、で持ち手とかが邪魔なので待ち針で留めておくと、いちいち絡まなくていいですね。じゃあこれで刺繍していきます。ちなみにチャコペーパーはコスモの刺繍用コピーペーパーっていうのを使いました。白はそんなにどこのメーカーもクローバーとかでもだいたい一緒だと思いますけど、私はコスモにしてます。では刺繍糸は使いやすい長さの65センチにカットしてあるんで、これは作り方は別の動画を見ていただいて、で、これで2本取り2本取って針に2本セットして、で長いのと短いのにして、長い方のこの辺で刺繍して追いついてきたら短くします。で、最初は下からですね。じゃあまずサテンステッチをしていきます。玉留めをしないので、玉留めの代わりになるものを入れます。並縫いをして糸が渡っている上にザクッと刺すと、これで絡まっているので出てるところをハサミで切ります。でなんか下の方からもう順番に刺していってください。刺繍糸はまっすぐにしかならないので、丸いものを刺す時は真ん中から基準を入れて刺すんですけど、これはなんか角が取れている四角いものなので下から順番に埋めていきます。下の部分ができたので、今度はこの上のところを横横にサテンステッチで埋めていきます。はい、では、一応サテンステッチができたので、今度はこの外側の部分のチェーンステッチをやっていきたいと思います。で、今針が上にあるので、糸ですね、糸が上にいるので上から下に降りていこうと思います。まずチェーンステッチのやり方、針を出します。で、同じ穴に刺してチェーンステッチのサイズ、頭を出します。で、糸をかけて上に引っ張ります。これで一粒できました。で、続きをやるときはまた輪の中に針を入れて、で輪のサイズ、頭を出して糸をかけて引っ張る。で、これを繰り返すとチェーンステッチがずっと続いていきます。で、いちいちかけるのめんどくさいので、こうやってもう糸をセットしておいたら、もう針をこう上に抜くだけでチェーンができるようにやっていくと楽です。で、できるだけ細かく、目は細かく、引っ張る力も強くしておくと、この穴がちっちゃくなるので、
一目だいたい2ミリぐらいですかね。2本取りなのでだいたい2ミリぐらいでやっていってます。ちょっと斜めが、この斜めの部分は一目でやった方が綺麗にできますね。ちょっとカーブがついてしまいました。ちょっと一目が長くなるんですけど、もう一気に一粒でいってしまいます。これで反対側もやっぱちょっと黒はやりづらいですね。まずこの斜めの部分はもう一目で一気に切って、であと続きをやっていきます。ちょっと一旦終わらせます。短いのに無理やりやろうとしたんでちょっと絡まってしまいました。裏に絡めて2回ほど絡めればもうこれで止まっているのでギリギリで切ります。で、新しい糸2本出して、はい、これで続きをするときは裏に絡めます。裏の糸を2回ほどすくうとこれで絡まっているので、じゃあ最後のチェーンステッチをこれでチェーンステッチができました。次が、アウトラインステッチですね。この中のアウトラインと外のアウトラインをやっていきます。ではまず一目作ります。で、アウトラインステッチは半分ずつ重ねるステッチなので、ちょっと先に出して前の刺繍糸をギュッと押して糸の下に刺します。これで重なったのでまたちょっと先に出してこう半分ずつ重ねていきます。でカーブがあるんでこうやってギュッて押すとちょっとこう綺麗なカーブに馴染んでくると思うので、それで調整しながらやっていきます。ポイントはあんまり一目を長くしないっていうことですね。特にこの中のアウトラインステッチのこの頂点とかはカーブがきついのでかなり一目を短くしておかないとカクカクします。はい、これで裏に絡めてで次がグレーでこのランタンって言っても現代のランタンにしたのでなんか LED かなんか電気のランタンなんですね。なので中に火が入ってるわけではなく、最後縦棒を黄色い縦の線を入れるんですけど、なんかガラスでいいのかな、プラスチックかな、なんかそういう感じです。
それっぽい感じのなんかカバーしてあるみたいなね、ここですね。はい、もう下から順番にサテンステッチで刺していきます。はい、では、ここのちょっと飛ばしてしまうんですけど、これ最後に上からストレートステッチって書いてあるのいちいち糸切るのめんどくさいので、ここでもう入れてしまいます。で、裏に絡めます。一応本なので順番は書かなきゃいけないんで順番書くんですけど、この順番をつける法則っていうのがあるんですね。なので、例えば、一つものを作ってそれに対して隣に広げていくとか、そういうことなんですけど、もうこれ別にいつやっても一緒ですね。ここのストレートステッチっていうのはもう下のサテンステッチが入ってる時点でもういつでもできるっていうことなので、今同じ色だからもうついでにやってしまいました。で、次黄色です。これはそのさっき言ってた LED かな今風のやつです。このキャンプの図案自体、私はキャンプ行ったことないんですけど、いろんなキャンプグッズを楽しく調べて作りました。なんか今風のキャンプっていうのは、例えば焚き火は地面でやっちゃいけないんですね。知らないんですけどなので、これ黄色は縦にまっすぐ何本か入れます。そうだから直火にならないようなイラストを描いたりとか、これもLED ランタンみたいなのを参考に図案を起こしたんですけど、そういう感じでテントとかもそのちょっと今風のテントになってますね。で、今キャンプっていうとそんな原始的なキャンプはしなくて、ほんと椅子とかテーブルとかおしゃれなもの持っていってコーヒー入れてゆっくりするみたいなキャンプが流行ってるので、私もそういうのやりたいなっていう、願望でこの図案を作ってます。はい。で、あとはここになんかね、バッテンみたいなのが入ってるんですね。別に今のランタンって危なくないからそれいらないんですけど、デザイン的に可愛いから残ってるんでしょうね。ここはストレートステッチです。ちょっと上から刺すので、図案とかその写真とか見ながらだいたいこの辺かなみたいなところに刺してもらえるといいかなと思います。はい、これで出来上がりです。で、裏に絡めて、
はい、完成です。で、黒のチャコペンって結構消えやすいので、もう刺しているそばから消えてたのも見てわかると思うんですけど、消えてたのでもう仕上がった段階で消すところがないんですよね。でもし残ってたらそのお水で消すとか、ちょっとチョークみたいな感じで残りやすいので、私はなんか爪でこう削るとなんかコロコロ落ちたりするなっていうので、なんかこう削ったりしてます。という感じで、こういう感じです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。